2、1、アクション。はい、皆さんこんにちは。もしかしたらこんばんはかもしれません。疲れましたね。実は今撮影者の2人と、端っこで明日のジョーみたいなちょっとそろそろもう俺たち死ぬよみたいな、多分ご来場の皆様はご存知かと思いますけども、今は RCDC という大会中でございまして、はい、それの1日目の練習走行日でございました。練習したり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 、もう練習しかしない。調子どう？あ、バッチシです。バッチシ。モーターのコレクター溶けるわ、もうバッテリーバーン飛んでいくわ、もうつかみは OK です。しっかりね、練習して明日に臨みたいと思いますので、数少ない僕の知ってる方たちはちょっとだけ応援しておいてください。頑張ります。わかりました。今日は何で来たの？今日はね、いやお互い YouTuber 顔を見に来ました。いや、ありがとうございます。僕もあなたの顔を見て本当に嬉しい限りでございます。いや、頭が回らなくてね。また回ってないじゃないですか、もうセリフが全然。あれですね、ブース紹介ですよね。そうなんですよ。ブースの紹介やったら僕ですね。今日はですね、RCDC1 年に1回の本祭りということで、アディクションブースを展開しています。このように B 品を販売させていただいた傍らで、実は新製品こちらです。はい、こちらです。もういきなり新製品が来ますけど、どうぞよかったら見てください。新製品のヴィンセントです。ニューアイテム、アディクション is new item。パッと見て、あれと思った方、新製品って言ってもなんだやんのみたいな。じゃあ一個ずつ紹介してみましょうかね。じゃじゃーん、新製品の S15 シルビア、ロケットバニーでございます。これも通路かな。でももうできちゃってるんですよね。おー、すごいね、ここ。そうです、これすごいんですよ。特徴的なことがありまして、今までの S15 シルビアのボディはうちハイグレードだったんです。でこれもハイグレードなんですけど、ちょっと今日は見比べるものはないんですが、かなりシルビアとしての部分は狭まってます。なのでこのキャビンとか、ガラス類、サイド、この辺っていうのはほぼほぼ実車寄りなんですよ。今までは200ミリ幅でちょっと広かったんです。あれをかっこよくシルビアにしようと思ったらだいぶでかくなっちゃってたのを、今回はもうデフォルメをほぼしなく実車寄りにして、ロケットバニーのやろを巻いてるので、フェンダーがドコーンまで出てますから、それでこういったフォルムになってて、めちゃくちゃワイドに見えるんです。見えます。これでもね、フロント198なんですよ。本当？リアも198なんですよ。あとファリーフェンダーがちゃんとついてて、202にもできるんです。ここの絞り込みもこれ後張りで、絞り込みなしのバージョンが最初についてて、絞り込みのパーツをつければこんな風に絞り込みできるんです。でこのフォルムなんですね。だいぶかっこいい。ちなみにこのレイベルさんのこの新しいワークホイールが、これはあれですね、マイスターですが、つい先日出たばかりなんですけども、早速インストールさせていただきましたね。素晴らしい。そのメーカーの宣伝もして最高じゃないですか。私レイベルさんホイールちょっとびっくりしましたね。かっこいいですもんね。いやこんなにいっぱい出すんだ。ありがたい限りでございますね。ありがとうございます。本当に使わせてもらってます。お次はこちら。マツダの RX3 ワゴンでございます。ワゴンってなんでやねんって思うかもしれないんですけど、これもね、開発費は語ればもう朝まで語れるんですよね。厳密に言うと、マイクさんが、勝手にアディクションからラジコンのボディ出るからみんな勝手に「おーい待てー」みたいなそういう事件があったんですよ。全然僕知らなかった急にマイクさんが「アディクションが出るよ」みたいなそれをイベントで言っちゃったんですよ。でとあるお客さんとかがダイレクトメールで「マッドマックさんの D1 に出てるいつ出るんですか?」って何の話ですか何の話ですかって聞いたら「マイクさんから聞いたんですけど」みたいな「おいよー」ってなってで本人に聞くと「あ出してね」みたいな「いやマッドマイクが欲しかっただけ。そういうことですね。三浦社長から普通にポロってメール来て「マイクのラジコン作ってあげろよ」「分かりました」で頑張って作るよっていうマジですね。がこれなんですね。もうこれも完全に自社寄りなんですけど、それをちゃんとハイグレード化に落とし込んでますから、ちょっと間延びしちゃうところをうまくまとめました。で特徴的なのは顔面とかフロントリアルグレードのまんまなんですけど、すげえがね今回ねメッキバンパーなんですよ。ちゃんと最初からメッキなんですよ。お客さんたちにメッキ塗装しろと言って無理じゃないですか。
剥がれちゃったりしますしね、なのでもう最初からバンパーとかエンブレムとかライトパーツの中身っていうのは最初からメッキがかかってます、すごいね。この辺は純正のマツダは実はメッキじゃないんですよ、なんでメッキかけてしまうと偽物になっちゃうので、ああなるほど。あえてシルバーにしたっていうのね。この辺のメッキバンパーであったりとか、こういったリアバンパーのライトパーツとか全部メッキなんですよ。蒸着メッキって言って、ちゃんとポリコを抜いた後にメッキ屋さんに出すんですけど、なかなか普通のメッキじゃできないんですよ、パラ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 剥がれちゃう、動きますから、それをうまいこと技術を使っていただいてできるでっていうじじい探してじじいだからやってもらったっていうねなるほど。そういう代物なんですよ。すごいどんどんこれも198なんですよ。しかも258ホイールベースね。このオーバーフェンダースこれ好きな人出るだろうな。これは好きな人はね多分好きでしょうし、走りが多分えげつないんですよね。だって翼端板が走ってるのと一緒ですよこれもはやウイングが走ってるみたいな感じですよ。細いし縦速いし、横向いた瞬間にウイングの翼端板かみたいなこんな猛烈な、しかもオーバーハグ猛烈に短いんですよ。このオーバーハグ見てください、これ猛烈に短い。やばこんな短かったらフロント入りまくりですよ、もう。でリアはちゃんとこんだけ翼端板がいてますんで、で最終的にこれゴールしみたいなでやっぱちゃんとエンブレムとかもですね、これ 3D デカールでちゃんと彫り込んでますし、あとこういうところのラインと細かいところ面倒くさそうなところっていうのは実はデカールで再現もしてますので、なるほどなるほど。もうちょっとお待ちください。わかりました。今これメッキ加工とか出してるところなので、これも実はもういつでも発売できんぞ俺って思ってるんですけど、さあ忙しいからやろうかな。次これです。これでございます。これみんな待ってるだろうな。待ってるのかな、みんな待っててね、みんなさん。これもう完全に AE86 ですね。もうガチサイズだよね。そうですね。僕がこんなこと言うのはおこがましいかもしれないですけど、世の中の AE86 好きやいうやつめちゃめちゃ多いんですよ。じゃあそのめちゃめちゃ好きやって言ってる人らは、これじゃないともうちゃうよね。使ってないんだったら86好きじゃないんじゃないのみたいな、っていうぐらいの。もう言ったらもう全部フルスキャンしたデータのままなので、実写のままです。これちょっと実写っぽくないよねって言われても、眼科行ってもらっていいですか後ろもね、萌えですね。ちゃんと後ろなんですね。でこれにちゃんと TRD ウィングもついてます。これサイドステップのこの巻き込み見えますか、これこの巻き込みはえぐいっしょ、もうなんか入っとるやんけみたいな。入ってるどんだけ入っとんねんこの車。やるとき超めんどくさい。よう抜けたね。頑張った。頑張るしかないんですけどね。でもこれもちゃんとこの巻き込みを再現したかったんですけど、ちゃんとサイドステップもついてるんですよ。これほらサイドステップつけたかったらつけていいよ。やば。これも付属品です。ギアリングも付属しております。フロントのバンパーもね、ちゃんとノーマル形状ちゃんとしてます。だけどこれもついてるんだね。フルリップこれもついてます。ちゃんとこの板バーデを板を裏からはめておいてもらって、ちゃんと前期リップがつくよーという。すごい86好きな人って昔の人は知ってると思うんですけど、後期バンパーに前期リップやったんですよ。基本それが普通なんですよ。後期バンパーに後期リップやと思うんですけど、実は前期リップの方がかっこよかったんですよ。それをちゃんと俺知ってるから、俺も86乗りなんで前期リップをちゃんと作っとくというね。でちなみにこれもフロントの幅168なんですよ。168、で後ろも168なんですけど、これ実は162なんですよ。リアルじゃないじゃんって話なんですけど、168ないと M シャシはまんないんですよ。どうすったんやみたいな。じゃあリアルじゃないやんって言われるけど、違うんですよ。これ見てください。すごいでしょ。ちゃんと叩き出しフェンダーになってるんですよ。AE86 を叩き出しフェンダーにしとるというね、そして168に伸ばしたってで、ちゃんとスゲンが叩き出しした挙句の果てにここをパテ盛りしてこのフェンダーを足しとるというね、純正パンパンこの 1,2 ミリの膨らみあるでしょ、これ86乗りの永遠のテーマだったんですよ。叩き出しフェンダーするけどここがなかったからこんな風に引っ込んでたんですよね。それを最近谷口信輝さんとかあの辺がフェンダーを足すっていう FRP でもね、実はね、僕ら86乗りの仲間からしたら30年ぐらい前に見にやってたんですよ。それ知ってるんですよ、僕。もう友達になったら過去の写真とかみんなそうなんですよ。やっとったやんけ俺らみたいな。でやってこれをちゃんと168で再現してる。いや、それ86乗りの人本当に喜ぶだろうな。ちゃんとこの別売りのパーツも作ってるんですよ。前期グリル。これね、ネットで買ったら10万するんですよ、もう今では。10万ですよ。そんなするの？俺の86、10万するんですもん、あれ。この前期グリルだけで。それもちゃんと 3D プリンターで再現されてるので、見てください、ちゃんと中身も見えてるんですよね。すごい。向こう景色も見えるから、この中のフォグランプをちゃんと後期のフォグを入れると。これも86乗りの定番でして、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、前期グリルに後期
のここの中のホグだけ使うんですよ。すると前期グリルの薄いのからホグランプ見えるっていう、それが2なんですよ。当時はねそういうのが入ってたんですよ。でも前期グリルがなんでいなかったかというと、この10万円する前期グリルを裏側に薄くスライスしなきゃダメなんですよ。ホグランプ当たるから、はいはい。それをスライスしている勇気のある勇者しか使えないんですよ。それ私やってます。ちゃんとウォッシャーノズルも出ます。はい。ワイパーも見てください。AE86 専用ワイパーです。はい。しかもミラーまで AE86 です。はい。ドアノブまでついてる。はい。このドアノブ、ミラー、ワイパー、はい、ウォッシャーノズル、はい、グリルは別です。はい、セットで2000円なんですよ。安い。安い。はい、それを作ってます。ちゃんと今回はそういう業者にも出してるので、在庫切れることがありません。でもう一つ萌え萌えポイント。はい、これもねマニアックな会話だからちょっとあんまり編集大変ですけど頑張ってください。はい、レビンデカール。レビンデカール。これ多分ね、視聴者の 90% が知らないです。絶対知らないです。多分マニアの俺しか知らないです。まあでも多分マニアの3人の方は絶対俺知ってんでって言ってくれると思うんですけど、これメーカーオプションなんですよ、当時の。なんでこれもうネットで叩いてもどこにも出てこないです。当時のものなんで売ってないんですよ。で単品売ってないんですよ。メーカーオプションの新車の納車の時しかこれ貼ってくれないんで、でも希望する人がいなかったんですよ。こんな出せステッカー誰が貼るかみたいな。しかも残ってる A86 ってすでに全塗装してるんですよみんな。なんで現存しないんですよこれ。それ私カタログだけ見てこのデータを起こしてですね色味ともう写真がないんですよ当時の。カタログしかないんだから。ネットどっからも出てこないです。当時の雑誌読み返しても出てこないです。それを見事に再現したんです。素晴らしい。これは別売りで、またステッカーだけで売ります。ちゃんと GTV とかいろいろ書いてあるやつがあるので、でちゃんと文字とかこういったところはステッカーちゃんとついてますし、すごいな。CD デカールは相変わらずちゃんと再現されてます。一品のものでございます。A86 に関しては大好きなんで、こんだけ説明しちゃいました。これ来年出る？これは頑張ったらいつでも出せるんで12月出したいなと思ってるんですけどね。ああなるほど。M 社で240。で今コンバージョンも出てたりとかするじゃないですか。で意外と持ってるんですよね。意外と多分皆さん単数の中にあったりとか、M06 でやったり、例えばラップアップさんのコンバージョンであったりとか、あとリーラックさんが、LP86 コンバージョンしますと、このサイズにできるからやるんですって言ってる話もいただいてますし、あとMRC さんでやったりとか、大体ところのコンバージョン、この辺が結構今動いてるみたいな。そうですよね。結構皆さんでやろう思ったらできる選択肢多いです。そこで私がですね、もう一個選択肢を増やしたいのがこれなんですよ。反対とかやっぱりいや来ちゃいましたね。これ去年言ったかな、再現見事にでききりまして、ついにここまで来ましたか。そうなんですよ。もうここまでできたらそろそろ情報も解禁しないと、ちょっと皆さんお待たせしてた形になってしまっているので、情報解禁なんですけど、今日からです。完全に名前も決まりました。RX01。RX もうどっかに見たことある名前。RX01 でございます。別にユニコーンとかじゃなくて RX01 でございます。うちでもユニコーンがほらね。なので RX01 ついに完成品できました。これが試作品とはいえほぼ製品版ですね。見てください。ツイントルネードができるね、ラジエーターがいてて、これが特徴的ですよね。ストラットなんですよ。いやこれ見て思いました。ちゃんとストラットなんですね。しかもダンパーもちゃんと動くんですよ。これちゃんと動くんですよ。この中に収めなあかんっていうストロークがもう1ミリの格闘がすごくて、1ミリ削るためにどんだけやったかっていう。でも見てください。ダンパーツインナットなんですよ。これこんだけちっちゃいダンパーなのちゃんとツインナットなんですよ。恐ろしいでしょ。ちゃんと車高調のこれもアルミなんですよね。すごいね。ストラップを見てください。止め方実写なんですよ。もう本当だ。日本で止まるっていう素晴らしいですね。やばい。これがオプションになってくるとちゃんとね弾穴になっててね、ちょっと変身ガムとかついてたりするかもしれないですよ。もう実写じゃないですか。ナックの切れ角も十分あるんですよ。これすごい切れる。幅もね、これ幅今もう13のちょうどロケットバニー幅なんですけど、これでもこんだけ切れてる。なんでかって言ったら当たんないんですよ。ダンパーがストラットだから当たることないんで切れ角無限なんです。であとはここのロッドエンドさえ細くもっとすればもっと切れます。でハンドル自体はまだまだこれ余裕あるんですよ。まだ切れるのが。これもちゃんと設計し直しましたし。なるほど。全部でここでキャンバー角変えれますから、キャンバー角ずれたとかないんですよ。もうカラーなんで。ああそっか。1ミリのカラー入れて何度、2ミリのカラー入れて何度とかそういう世界になってくるので、別にターンバック迷う必要ないです。前からずっと説明していきます。次ここですね。ここの何ぞやと、ここでホイールベースが変えれます。
なので、アッカーマンは一切触らなくて結構です。今までちょっとサスブロックが、ね、微調整とかあったんですけど、うちの場合はもう横で無限穴ついてますから、オイルベースが238から280まで伸びるんですよ。何が伸びてどう変えるのかというと、もうこのドラシャだけ変えるだけです。そうですよね。これが種類を出す、SDML みたいな感じで LL とか、はい、それで種類が出ますから、そこで変えてください。でこれすごいのが上から見てもらったらよくわかるんですけど、はい、何かがないんですよ。配線が見えないです。だね。すごいでしょ。アンプも受信機も全部いるんですよ。配線が見えない。配線してないとか？いやしてるよしてるよ。どうしても、僕は配線が見えるのがどうしても見えない。でなんとかならないのかと、隠すことはできるんですよ、はい、なくすことできない。できない。じゃあ隠しましょうっていうので始まったのが、要はこのジャイロマウントをサーボのちょっと後方に置くことによって、ここに受信機が来て、裏返すとね、全部配線この中隠れちゃうんですよ。いやー、しかもサイドスレームなんで、モーターの配線とか全部横通ってくるんですよ、アンプの線も。で止めちゃうと、ほら、あらびっくり、配線見えないです。見えてるのもうこのプラスマイナスのこれだけ、あとこの3本線がちょっと見えてるだけ。いや、すごい。賢いでしょ。こだわりがすごい。副産物なんですけどね、たまたまサイドシールにして、サイドに入るモーターの向きとか下にするとか、コネクト、それだけで配線これで隠れちゃうんですよ。特別な配線加工しないんですよ。こうやっていただければ全く一切見えませんよっていうシールですね。でここにバッテリーホルダー専用があるんですけど、ここにちゃんとバッテリー後ろ側はこれも注目なんですけど、これもマルチリンクなんですよ。でキャンバー角ももちろん同じように変えれますし、裏てってろーって見ると皆さん本当にメンバー開いてるんですよ。完全にメンバー構造で、ここも調整ができるようにマイナス方向、プラス方向にもいけるようにいっぱいやってます。なので調整いっぱいできます。無限大ですね。幅もそうですし、キャスター角からキャンバー角、全部無限です。で専用のもうデフから全部専用です。ちなみに後ろから見たら萌え萌えですよね。萌え萌えポイントですよ。ボディかぶったらやべっすよこれ。で将来的にはバッテリーとかも出したいなとは今のところ考えてますし、これね整備性も考えられてて、ネジポン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 で後ろゴソン取れるんですよ。ダンパーなんてもうイバンタッチです。こうやったら取れるんですよ。ほらこれであとはネジでボソッと取るだけです。ネジ2本取ったらじゃあ何を狙ってんかというとホーシングに変えるんです。AE86 のホーシング作るんで、あとラテラルロードつくところちゃんと設けてるんで、ラテラルロードもつくんで、そうすると AE86 で遊ぶときに後ろだけコンバージしていただければ AE86 ごっこできちゃうんですよ。いやすごいすごいでしょ。いろいろ考えるでしょ。中身で言うと本当にゲームもこんな感じでちゃんとちっちゃいんですよ。本当だ。かわいいっしょ。これがメンバーになってるもんやから実車と一緒ですよ。パコンとはめて挟み込むだけです。これ別に何の止まってるわけでも何でもないです。挟み込みなんですよ。パチンって。あと一緒に友締めする。整備性も超いい。さっき言ったこれなるまでネジ4本で取れるんですよ。次のあとね、これもなかなかできないことなんですけど、ネジの長さほとんど共通なんですよ。本当に共通。サラビスも使ってないです。ほぼほぼ 3×10 とか 3×8 できるの。ほぼ 3×10 です。全部。やばいでしょ。超組み立てもなく。迷わない。ネジを悩む。どうやったっけってあんなのしなくていいです。ほぼ一緒なんで、もうそういうことしなくて大丈夫なように作ってます。でメカボここのねモーターのギアボックスちょっとね実車チックに作ってあげようと思ってわざとギアダウンいっぱいしてます。かっこいいし、ちょっとねそういった話でこの RX01 がようやく皆さんの声をね待望かな。まだまだ待っていただける方が多いんでしょうけど、まだまだ納得できる形になってないですけど、ようやくねここまでになりました。で発売時期もいろいろ聞かれますけども、なんとも良いワンスはぶっちゃけ納得いくものができるのと、お値段の方もそうでしょうし、皆さんに納得していただいて究極のセカンドカーを目指してます。でみんなで遊んでワイワイしたいが僕の本音で、大会同行じゃなくて、みんなで遊びたいっていうエンジョイの方を持って作ってますので、ぜひとも長い目でお待ちいただければと思いますので、これからもアディクションの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあねー。